はい、こんにちは。多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日は、海藻航空巡洋艦、最上抜病せよ。こちらの任務の、配信をしていこうと思います。狐ぶどうさん、こんにちはです。今日もよろしくお願いします。久しぶりに、日中に配信をすることにしました。ちょっと時間ができましたので、今日はこの時間帯からになりましたので、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは、先日最上の改装が入りましたので、こちらの任務をしていくんですけども、一応編成メンバーの方も今日はご挨拶のみで。金谷さん、こんにちはです。今日は挨拶ということだけということで、はい。いつもと違う時間で始めちゃいましたから仕方ないですね。お気づきになったかと思うんですが、今回からちょっとコメビューを入れてみました。なので、うまく再生できてるといいんですが、そこはもしまた改良するところがあろうと思いますので、やりながら改良していこうかなと考えております。はい、それでは早速ですね、任務の内容の方から、紹介していきたいと思います。はい、今回は旗艦に海藻航空巡洋艦最上海2、海2特も含むということなので、どちらの改装された状態でも、攻略はできるということですね。配備した精鋭艦隊で、南西諸島海域、バシー海峡、沖ノ島海域、西方海域カレー洋リランカ島沖、南方海域全面に展開、敵艦隊を撃滅せよ。旗艦には最上の海に特、そして自由枠は5隻ということになっております。いずれの海域も勝利を取らないといけないので、多分野戦まで持っていかないといけないかなと、いうふうには考えていますけども、さてどうなることでしょう。じゃあ今日の出撃のメンバーの方の紹介をしていこうと思います。今日はですね、編成の方ですけども、旗艦に最上、そして、航空母艦は、飛龍、そしてホーネット、軽空母は龍城、戦艦ではワシントンをね出していきます。軽巡洋艦をナトリ、パース、ここまでが大型艦ということになります。そして、駆逐艦は、四季並、そして、天霧、かげろう、白縫、朝潮、荒潮、あられ、霞というね、一応最上に関係しているだろうと私の方で、解釈をしたメンバーで出撃をしていきたいと思います。あとは海域ごとに
装備もね変えていかないと攻略が難しいので、だんだんねそこをうまくやっていければなというふうに考えています。それでは、早速ね出撃の方に移っていきたいと思います。最初は南西諸島海域艦隊ということで、2の2に行きます。パシー海峡ですね。こちらのメンバーは最上、名取、式波、天霧、荒潮、朝潮のねこの6隻になっています。装備は特にこれだっていうふうにはしてないんですけど、とりあえず手法とね電炭とかは装備をしているような感じになります。一生涯ソロプレイヤーさん、こんにちは。一生涯ソロプレイヤーさん、こんにちはです。今日も最後までよろしくお願いします。最上も階層になって火力がね非常に高くなっております。あと任務の方で、電炭ももらいましたので、そちらの方ですね搭載をしているような感じですが、とにかく対空が高い、索敵も高いと、加えて回避もね高い数字になっちゃってるんで、これどうなんでしょうね。実際使うのは今回初めてなので、見てみましょうか。はい、そして、軽順からは名取ですね。連動は十分、スペックもねそんな悪くないんですけど、なかなか出番がない子なんで、今回一応最上とお付き合いがあったことがあるようなので選んでみました。そしてね、今日サムネイルにもしました式波ですね。今日この後カンコレグッズの紹介もするんですけど、一応今回は式波に関連したグッズを紹介しようかなと思って用意しておりますので、期待していてください。装備の方は、連装 B 型のね回収された、式波砲ではないんですけども、それを専用装備として、そして、10センチ連装砲の放射装置という感じになっております。シンスナネコさん、こんにちは。桜か。これが散った後の季節。私は少し苦手なんだよな。はい、まだ。そうですね、新砂猫さん、こんにちはです。今日もね来ていただいてありがとうございます。なかなか動画もね拝見させてもらってますので、勉強させていただいております。私はあまり動画作るのは得意ではないので、好きなことをこうプレイしてるところをお見せできればいいなと思ってやっている感じなので、よろしければ、お付き合いいただけると嬉しいです。天霧の紹介というかね、桜が散った次の季節というのは、やっぱり梅雨ということなんでしょうけど、ここはあまりね触れないようにしていきたいと思います。同様な手法と電弾装備になっております。なかなかつかみどころのないこの荒潮ですけどもね、今回は
水上戦闘がメインになりますので、あまり、でもね、雷装置も高いし、対空も高いしってことで、ダイハツもね、搭載できますので、ご期待ですね。後でもう一度、出番がありますので、はい、そして、そして最後に朝潮買いに手ですね。お姉ちゃん一番ね、しっかりしてる。そして装備もね、しっかり用意してあります。以上6名で、バシー海峡行ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。だいぶ、暖かくなってきましたね。本当にね。ついこの間までは、ジャンバーをね、着込んでいないと、とても外には出る気がしなかったんですけども、もう、上着がなくても大丈夫な、そんな時期になってしまいました。皆さんの方でもだいぶね、気温が暖かくなってきてますから、環境の変化、春ですね。さあ、最上の航空隊、そしてここからは水上砲撃戦ですね。サミダレを集めて林って場所だっけ？かわいそうかしら。いいね、燃える展開だ。私の出番か。新砂猫さん、むしろ暑い、しょぼーん。そうですね。特に日差しが強い日中はね、暑さがだいぶ増してきてますので、まだね、そんな気をつけるところじゃないんですけども、水分補給はね、しっかりしていければ、それで乗り切っていきたいと思っています。若葉だ、よろしくね。さあ、続けて進軍をしていきたいと思います。いいですね。一応ボスの直行ルートのつもりでしたから大丈夫でしたね。あとはボス戦、ここをね、どんな感じでクリアできるか見ていきましょう。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。敵だ。突撃する。がっつり踏みつぶせ。ここからはね、敵艦隊にも航空戦力が投入されてきますので、こちらも空母をね、用意できれば、もっと楽な戦いができるんですけども、おそらく、次回のね、イベントでは、艦種の制限とかがあったりして、水上機母艦は出せるでしょうけども、航空母艦を出せるような海域にならないんじゃないかなと考えていたりもします。そのための航空巡洋艦だといいんですけども、今回海2に最上ね、新たになったわけですが、全てがね、スペックアップしたというわけではなくて、鳥海さん、よろしくね。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。
戦力としてはね、確かに上がってはいるんですけど、航空機の運用の数に関しては減っています。なので、制空権をもしね、取ろうとするとか、キツキツなね、状態であれば、そういった担当の階層とはちょっと違う感じになっています。とは言ってもね、今の戦闘でも分かる通り、水上砲撃戦は火力がとにかく重要になります。また、電弾を装備しているのも命中性能の向上ですね。これらが合わさって初めてダメージがね、与えることができます。なので、実質的にはパワーアップしてはいます。なので、航空戦というよりは水上艦としての戦闘能力、ここに注力していきたいなと、そういった運用を心がけていきたいなと思っています。最初のバッシー海峡をね、無事に攻略できましたね。ありがとう。ダメージは受けちゃいましたけど、みんな小破で止めましたか。やりますね。結構中破になりやすかったりするんですけど、今日は、みんな、そう、小さなね、損傷でも命取りになることがありますからね。大したことはねえが、早めに直しとこう。少し直してきますね。先日、明石さんの攻略任務ね、やらせてもらったんですけども、小さな損傷であれば、明石さんで直せるんですけどね、大きな損傷はね、もう本国に帰らないと直せませんからね。そうならないように、きちんと装備と、あとはコンディションですね。赤疲労とかなっちゃったらもう絶対出撃はさせることができませんから、そこは気をつけていきたいと思っています。そして次はですね、2-4の沖ノ島海域ですね。いつも、この海域に来るときは言っているんですけど、本当にね、最初の壁になろう海域ですね。こちらに到達してから、道中もね、かなり厳しい。そしてボス戦も、おそらく最初に来た時は勝利を取ることは多分無理だろうなというような編成になっていますので、おそらく1回クリアすると、よほどのことがない限りあんまり来たくないところも上がる海域じゃないのかなと思っています。新砂猫さん、トラウマ海域。もう早くもね、トラウマ海域ということを言ってもらいましたけども、結構ね、道中で撤退する機会が多発するところになっています。とは言ってもね、ここを突破しないと先に進むことができませんので、一番心がけたいのは、連動を上げることと、改装してからの、改修、近代化改修ですね。そこら辺が重要になってくるんだろうと思います。すみません、出かけますのでこれで任務頑張ってください。きつねぶどうさん、ありがとうございます。今日はね、ちょっと時間もいつもと違う時間帯でやっちゃったので、本当にね、お付き合いいただいてありがとうございます。それではね、また次回もよろしくお願いいたします。では、早速、2-4、沖ノ島海域、行ってみましょう。編成は先ほどの舞台、そのままに行きたいと思います。出るの？そうこなくちゃ。さあ、最初のここのポイントがね、一番危険なんですよね。ここを突破できれば
多分道中はいけるまあそんな感じがします。さあ行こうか。僕が相手だよ。サミダレを集めて林って場所だっけ。蓬莱激戦大丈夫。訓練はしてるし。サミダレを集めて林って場所だっけ。突撃一択だ。うん、ひどい。お、仕方ないね。少し19区打ち方。一生涯ソロプレイヤーさん、ボス手前で大破ラッシュした記憶が。そうですね、ボス前で大破した記憶がということで、それはもう私も何度も経験をしています。そして、嵐尾がね、ちょっと大破しちゃいましたので、撤退ということになりますね。まあ、こんな感じでこれが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。まあ、言ってるそばからね、プラグを回収してしまう感じですけど、いや、まさかね、撤退を最初からしなければいけないとは残念ですがね、ちゃんとここは撤退をしましょう。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。ということでね、この海域はなかなかね、簡単にクリアできないんですよね。まあ、でもね、ここは諦めずに、攻略をね、していきましょう。シンスナネコさん、辛いな。そうですね、最初からこの状態はちょっと辛いですけども、でも、大体こうなることは、予想できる、予想をしていた範囲内なので、まだまだ大丈夫ですね。提督どうした？僕の出番かな？いいよ。よし。一応、疲労の方はね、まだコンディションが上がっている状態なので、このまままたね、戦闘に行きたいと思います。ただね、ここでもう一回撤退しちゃうと、ちょっと気ら付け直さないといけないので、そこはね、また考えていきたいと思います。それでは2回目いきましょう。出るの？そうこなくっちゃ。さあ、最初はね、気をつけていかないとな。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ、今回は反攻戦ですね。こちらの攻撃もなかなか当たりませんけど、向こうの攻撃もね、だいぶ回避しやすい戦いになりますので、ただね、相手の駆逐艦だけは中大破にしておきたい。魚雷が怖いですからね。と言ってるそばから1本だけ残っちゃった。けど、さすがにね、2回目は食らいませんね。しっかり嵐を狙ってきてますね。ほんとね、怖いな。でも、そう簡単にはやられませんよ。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。ね、最上は大丈夫だけども、随伴艦のみんなが大変なことになってしまう。今回は真ん中から行くルートを選んだので、
こからエルマスの方にね行けると思います。ここがね敵の空母がねいるところなので、対空戦と水上戦両方合わせての戦闘となります。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ航空隊はこちらはちょっと少ない状態なので、今の僕は負けないよ。砲撃戦でいきましょう。大丈夫。突撃企画だ。この海域から出ていけ。結局私の出番か。どうだ、相手のここで四季並みにダメージが入ってしまった。私は負ける気なんてないからね。今の僕は負けないよ。甘い甘い。はい、ここはね追撃をしません。そのまま撤退をしたいと思います。やはりね空からの攻撃はね回避するのは大変なんだよななんてね。頑張ったのが私ですか？褒めてもらってもいいの？新砂猫さん、雲行き怪しくなって。雲行きはね、今日はね、ずっと曇り空だったんですけどもね、いやここの海域も曇り空、いやすでに嵐になろうかと、そんな状態になってしまいました。ありがとう。でもね、先ほどは最初の一歩で障害ソロプレイヤーさん、大型艦編成しましょ汗。ちょっと席外すわね。そうですね、編成の方をちょっと見直さないといけなくなってきたような感じもしますけど、ここはね、装備でちょっと対応していこうと思います。先ほどまでは、対艦船要員をね、ちょっと重視してましたけども、対空戦ができる子がね、天霧、だけだったので、ここをちょっとね、変えてようと思います。水上電炭を対空電炭に変更して、空の防備をね、ちょっと厚くしたいと思います。こちらの、SG レーダーですね。こちらを装備していきます。いいのかよ。私とか強化してさ。もう一つ、あと、朝潮の方にも装備をさせましょうね。ちょっと他の子から借りないといけないんで、はい。これなら戦います。提督どうした？僕の出番かな？いいよ。という感じなんですけど、ちょっとね疲労が残っちゃってるので、今日はここで、カンコレグッズの紹介コーナーをね始めていこうと思います。それではちょっと用意しますので少々お待ちください。
はい、カンコレグッズ紹介コーナーということで突然始まりました。今日はですね、最初今日の冒頭にもお話したんですけども、四季並みをね、サムネイルにしてたりもしたり、いろんな海域に連れて行ったりしてるわけなんですけども、その、原因が、この本、四季並みを秘書官にしたくなる本という、本ですね。ひたすら四季並みをね、可愛がるというか、可愛くこう、紹介をする、中身になっております。本の中身につきましてはね、ちょっと説明するというよりは、内容が非常にほっこりするね、一生涯ソロプ内容レイヤーさん、になってかわいいおります。語彙力喪失。そうなんですよね。とにかく可愛く描かれています。この、タイトル通り主人公は四季並みなんですけども、綾波とあと、提督がね、女性の提督という風な設定になっていて、ひたすらこの提督がですね、四季並みをラブリーとかね、そういった感じで描かれている内容になっていたりします。こちらの本は総集編ということなので、今までこう出してきたのをまとめていますので、実際読むと結構な量になったりもします。最近はなかなかこういった本もね、少なくなっちゃったということもあるのであれなんですけども、結構まだまだ出していらっしゃる方もいると思いますので、今後もね、私の持ってるグッズでもいいでしょうし、紹介できるものがあればしていければなというふうに考えています。ということで本日はね、四季並みを秘書にしたくなる本、七色パーカー総集編の2巻ですね、こちらの紹介をさせていただきました。それでは疲労の方も回復できたと思いますので、通常の任務に戻りたいと思います。さあ、今例で3回目ですね。次はボスまでたどり着くことができるかどうかですね。今度は大丈夫でしょう。多分。よし、まずは水上線、こちらから行きたい。突破していきたい。みんな頼むよ。今回は敵艦隊が単獣陣で来てますので、早めに落とさないとこちらがやられてしまいますね。よーし、
まあ、その分ね、こちらの攻撃も当たりやすくなりますので、まさにね、殴り合いの状態でしたけど、先に当てることができて勝利ということですね。よしよし。一番頑張ったのが私ですか？褒めてもらってもいいの？だいぶね、こちらの攻撃も過激なダメージが出ちゃいましたけど、仕方ないね。軽巡洋艦陣痛です。どうかよろしくお願いいたします。はい、陣痛さんよろしくね。好きよ。さあ、先ほどの撤退をしてしまいましたけど、今回はなんとかかんとか装備を書いてきましたのでいいと思います。それでは水上戦闘、対空戦闘用意。みんな頑張ってきてね。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。この海域から出ていけ。今回は反攻戦ですね。攻撃は怖くないんだけど、やはり敵空母の艦載機をどうかわすか、そこにかかってますね。よし、第2波もかわせましたね。艦載機の攻撃がなかったところを見れば、だいぶ第1波目で叩くことができたようですね。よかったよかった。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。道潮よ。私なんでこんな部隊に配属されたのかしら。はい、道潮ちゃんよろしくね。はい、では今日ね、ようやくボスのマスに到達することができました。はい、さ一生涯ソロプレイヤーさん、さてボスのルキュー派何隻フラッグかな何隻でしょうね。もう3隻でも4隻でもどんとこいっていう感じで組んできてますから、こちらは何隻来てもいいですよ。さあ、フラッグシップは1隻ですね。でもエリートが2隻。野戦必至ですね。行くぞもうね、殴り合いしかないので、朝潮が被害担当家になっちゃったけど、他のみんなが当ててくれる。当ててくれますね。これで相手の艦は2隻落としたけど、だいぶねダメージが大きくなっちゃってるんで、よーし、さすが改装された最上の力。よっしゃ、嵐をあれから全く当たらないですね。さすが一度攻撃を食らえば、なんか不思議なもので一回大破してしまうとまた大破してしまうことも確かにあるんですけど、私の体感的には一度ねもらった攻撃はなかなかもらわなくなる、そんな感じがします。ということでね、最上がフィニッシュと。よーし、これでねクリアになりましたね。まだ半分なんですけどね。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘ
ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。なかなか本域戦で倒せるとは思ってなかったんで、よかったよかった。よろしくね。そして、ここではね、裏風ですね。これはレアドロップですよ、皆さん。よろしくね。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。よいしょ。ということでね、最初の海域がこれで終了になりました。おそらく任務の方がね、50% になってるだろうと思いますので、確認をしたいと思います。はい、50% になってない。これはなぜだこれは。あれおかしいな。50% になってるはずなんだけど、海域は合ってますよね。まあいいでしょう。とりあえず先に進んでみて、それから考えてみたいと思います。次はカレー用リランカ島沖に行きたいと思います。まずは、修理ですね。次の作戦には間に合わせます。危ないドック入りするよ。ちょっと長風呂するぜ。いいだろ。航空巡洋艦最上出撃するよ。はい、続けて、カレー用リランカ島沖、こちらは4-5になりますので、ロケラン、WG、そしてダイハツ系の装備、特内科艇とかね、そういった装備をしないといけないんですけど、対戦もしなければいけないということで、あとは、ダイハツ系の方で注意なんですけども、陸戦隊とかね、武装ダイハツもそれに該当するんだと思うんですけど、ノーマルのダイハツではここのねボスにはあまり効果がないので、できるだけ、ロケランか、陸戦隊、そちらの装備をね用意していくと、攻略しやすいのかなと思います。そして、霞はね歴戦のつわものなので、目を見て言いなさいよということを言われるんですけども、とても目を見るなんて恐れ多い装備の方が、先ほどちょっと話しました、内科艇と先日ね報酬でちょっともらわせていただきましたこの装甲艇、AB 艇っていうことなんですけど、多分これは、PT 群に対して効果が高いと思われるんですけど、ちょっと試しに載せてみました。多分内科艇でだいぶダメージが期待できるので、それはいいと思うんですけど、ちょっとそこは実験的な意味での装備になっております。そして、あられはなーにということで、先ほど武装ダイハツのねお話もしましたけども、こちらにちょっと搭載をさせてみました。こちらは先日うちのティンジフでね、制作した、第1号の武装ダイハツになっております。果たしてどんな感じになるのか楽しみです。そして、白縫いの方には、ロケランですね。こ
この、手法とロケラン装備で行ってみたいと思います。はい、そして、第2航空戦隊、機関飛竜出番が来ました。装備の方も夜間戦闘用の、艦上戦闘機と艦上爆撃機、そして、天山12公海ですね、艦上攻撃の編成になっています。はい、これが噂に聞いたアウトドアパーティー。お花見ね。いいじゃない。バーベキューはどこでやるのかしら。しない？ Really？そしてホーネット、今年の初めての、お花見を体験しているという想定だと思います。装備は飛竜と、ほぼ同じですけども、艦上攻撃機だけはこちらの TBM の 3W プラス 3S ということで、こちら若干補正も入るということなので、攻撃機の方がちょっと余計に積まれているような感じになっております。はい、という以上6名の一戦役になります。果たしてどうなるか楽しみです。では早速行ってみましょう。回帰が、4-5、カレーより南下闘機ですね。果たしてボスまでたどり着けるか。進路の方は、ディーマスに取ります。衝突禁止。もちろんさ。ここの対戦はよほどのことがない限り撤退は少ないんですけど、でも 100% ではないので気をつけていきましょう。単王陣で戦闘開始です。さあ行こうか。僕が相手だよ。そんなんで知らぬ沈まない。今の僕は負けないよ。甘い甘い。弱いよね。惨めよね。いける？少しはできるやつがいるように褒めてあげるわ。大丈夫。中波は無傷。大丈夫です。でも、いや、当たっちゃったか。対戦装備はね、してなかったのもね、やっぱりね、無傷では突破させてくれないな。でも、まだ大丈夫なので、進軍していきたいと思います。さあ、あとはここを抜けられるか。ここはね、水上艦同士の殴り合いです。航空母艦の先制攻撃、頼むよ、みんな。僕が相手だよ。サミダレを集めて林って場所だっけ？そして地球がね、いるので、ちょっと関西機のみんなが心配ですが、よし、友永隊頼んだわよ。さあ、友永隊、まずは友永隊じゃないんだけどもね、でも、それでも落としていく。サミダレを集めて林って場所だっけ？よし、今のかわしたのはでかいけど、まさかね、知らぬにこんなに火力出るっけ。あれワンパンしてしまったな。まあいいでしょう。こうしないとね、なかなか突破が難しいですからね。ね、カモン丸見ててくれた？
はい、見ておりました。見事な攻撃でしたね。さあ、続けて進軍をしていきましょう。さあ、道中2回目。こちらの方が厳しい戦いになります。でも、きっと突破できるはず。みんな頑張ってきてね。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。制空権はこちらに優勢と。あとは反抗戦ですね。よし、友永隊頼んだわよ。まずは相手の空母をね落としていくんですけど、もらっちゃいましたか。まあもらっちゃいますよね、これはね。行きなさい。霞、なんとかここはかわしていきます。場所だって。ここもわあ、霞に集中砲火してますね。もうバカばっかり。実践あるのみよ。こっちは知らぬに来たか。僕は負けないよ。甘い甘い。惨めよね。次はどこに来る。最上に来たか。つまらない。ああ、ここで白縫大破しちゃいましたね。出し方なし。ここは帰りましょう。また帰ればまた来られる。やはり最初の対戦マスをね、ちょっと甘く見ていたのが最後に響いてしまいましたね。これはね。でももう飛龍がね MVP 取ってしまうわけなんで、これはこれでいいでしょう。ここは撤退ですね。はい。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。いや今日はなかなかね道中が厳しいまあちょっと装備がねまだちょっとがばってるところがあるんで、ちょっとそこを修正してまた行きたいと思います。どんな采配してんのよ。本当にちょっと飛行甲板を補修するね。怖い怖い。直すよ。そうだな、対戦が1スロットでできるとなると、でもそこまでしなくても先制対戦ができるとか。あられの、ここはあられに対戦相当を、お願いをしましょうね。いいかも。あとはそうか、道中が今回は中央ルートを行こうと思って編成を組んでたんですけども、そっか、軽巡洋艦いなかったから、そうか。よし、ここはね、軽巡洋艦を1隻と、あと、駆逐艦は3隻必要なので、ちょっと予定より早いですけど、よし、パースに出てもらいましょう。ちょっとホーネットとパースを変更します。
準パー出撃します。みんな続いて。ただ軽準パースの場合は I'm good, thanks. Yourself? 多分これだと水上戦闘もちょっと中途半端になってしまうので何かしないといけないな。デンタいやこれもやっぱりロケランですかね。複数装備できるときは、こちらのね、分身法とかでもいいんですけど、1スロットの時は、うよさん、こんにちは。このロケットランチャーの方がいいのかなと思います。こんにちはです。猫うよさんとお読みすればよろしいでしょうか。多分初見さんだと思います。タモ丸の観光で、やっております。タモ丸です。普段、いつもね、こんな感じで攻略やっておりますので、できれば最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、ちょっとね、編成もこれで変えてみましたので、大丈夫だと思います。大丈夫かな、ではまたもう一度、イランカ島行ってみましょう。よし、対戦装備もした。監視も確認をした。あとは。猫、うよさん、はい。ツイッターでは招き猫です。ツイッターの招き猫さんでした。いつも、ご挨拶いただきましてありがとうございます。普段は朝のねご挨拶くらいしか、ツイートあんまりしないんですけども、いつもね返していただいてありがとうございます。今日はねちょっといつもよりも、早い時間帯に配信をしていたりもするので、勝手がちょっと違ったりもするのかなとも思いつつ、よーし、戦闘の方にちょっと目を移すと終わっていましたね。いや対戦用意はしてましたけども、相手が単王人だったのでね、来撃があまり威力がなくてよかったんですけど、単王人でももらっちゃうと危ないんですよね。大破になったりする場合もありますので。ちゃんとね、リザルトのところで損傷を確認してから、よし、大丈夫ということで進軍をしていければと。そんな感じになります。よし、それではね、ここからは水上戦になりますけども、ここでちょっと、お茶を一口いただきます。皆さんもね、飲み物片手に、お気楽に見ていただいてるとは思いますけども、水分補給は大事ということでいただかせていただきます。サミダレを集めて林って場所
所だって。ああ、もうバカばっかり。実践あるのみよ。やるわ。つまらない。大日攻撃の用を認めます。急いで。今だ。撃て。さあ行こうか。僕が相手だよ。だいぶ本域戦がこう繰り広げられましたけど、なんとかね、こちらの優勢で戦いは終了となります。ここは突破をすればいいところなので問題ないですね。はい、見ていますよ。それでは道中を攻略していきましょう。さあ、ボス戦となります。どうなるか、うまいことね、落とすことができればいいんですけども、単獣陣で戦闘開始です。さあ行こうか。僕が相手だよ。サミダレを集めて林って場所だっけ。公安世紀との戦いですね。TG 有利か。こちらの攻撃も当たるけど、向こうの攻撃もね。今の僕は負けないよ。甘い甘い。撃て。惨めよね。どうだ。戻っていくんだ。こういう演出なんですね。どうだ。ファースが公安世紀を、そして開始の雷撃でフィニッシュですね。なるほど。ああいう戦闘になるわけですね。ちょっと驚きです。そして勝利取れましたね。はい、見ておりますよ。はい。私は慶順北上。まあよろしく。そしてスーパー北上様になる北上さんですね。よろしくお願いします。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。猫、うよさん、見事ですね。ありがとうございます。幹部たちを褒めてやってください。ほんとね、こうやって攻略できるのも全てはもうね、幹部たちが頑張っていることなので、たくさん直すよ。タイミングおかしいったら。ただ一つ気になるのは、先ほどね、任務が消化されてると思ったんですけど、あんまり消化パーセンテージが、今 50% になったな。ということは、2の2で S 処理取らなかったのかな。あれおかしいな。ちょっと最初の方をちょっと確認し直した方がいいかも。すいませんね。一番最初はパシ沖に行ったんですけど、
そうか。最初のパシ置きで野戦に行かなかったんですね。何をやってるのかな。そうか。だから、まだ 50% になっているということで、すいません。ちょっと話に夢中になってしまって、戦闘画面の確認がおろそかになっておりました。なので、パシ置きにはもう一回行きたいと思いますけども、先に、南方階級全面ですね。こちらの攻略の方を先に行きたいと思います。提督どうした？僕の出番かな？いいよ。航空巡洋艦最上出撃するよ。はい。こちらの海域に関してはですね、北方海域の、最深部を、攻略しますと、この南方海域に来るわけなんですけども、水上戦、対空戦、そして対潜水艦戦と、そういった戦闘が全てミックスされている、そういう海域になっております。なので、来月にはおそらくイベントが始まるかと思いますけども、演習をするという意味では、こういった海域、特に、前段作戦ですと、対戦が多いような感じはするんですが、対空戦と対潜水艦戦を合わせたね、海域というのが非常に多く用意されているので、それを試す意味でも、ちょうどいい海域なのかなと思います。なんでちょっと油断をするとね、道中ですぐ撤退ということも考えられるので、しっかりリザルト画面を確認しつついきたいと思います。そして編成の方は、ワシントン、龍城、そして、先ほどね、もうパースを先に出しちゃったんですけど、同じくパース、カゲロウ、そして白縫の6名でいきたいと思います。私も混ぜてもらっていい？もうね、すっかりワシントンも、溶け込んでいるという、そんな感じですね。装備の方は主砲と鉄鋼弾、そして水上偵察機という感じになっております。はい、そして、龍城も対空戦の制空担当と、広域担当、偵察もね合わせて、担当してもらいます。パースはね先ほども活躍してもらいましたけども、今回もね活躍を期待をしています。ちょっとロケランさっき積んじゃったので、ここは今偵察機に変更します。そしてカゲロウですね。先ほどから白縫の方が活躍をしているので、同じような活躍できると思います。お呼びですか、司令。そして、白縫もねまた戦闘に参加するんですが、こちらの方はロケランを、水上電炭に変えていきたいと思います。では、装備を変更して早速出撃をしていきたいと思います。ありかしら。まあまあですね。まだ航行できますが、ご命令ならば。
少し下がるわ。 DDH も全通甲板の時はい代か。それでは用意ができましたので、南方海域ね。南方海域、進出作戦行ってみましょう。そうこなくちゃ。まあ、このルートがどちらになるかちょっとランダムなので分かりませんけど、まあ、どちらになってもボスルートには乗れますので大丈夫だと思います。さあ最初の戦闘は水上戦ですね。単獣陣で戦闘開始です。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。撃て。逃がすな。関西機のみんな、お仕事お仕事。サミダレを集めて林って場所だっけ。かけら方のシンプルだからね。撃て。悪いわね、もらったわ。弱い。サミダレを集めて林って場所だっけ。ちょっとカゲロウがねダメージを負っちゃいましたけど、中波は無傷ということで、このまま進軍をしていきたいと思います。ありがとう。バロスターね。光栄だわ。あいつも頑張ってる？ブラックプリンス？一体何様かしらね。冗談じゃないわ。僕は白露型駆逐艦しぐれ。これからよろしくね。はい、しぐれよろしくね。では、続けて進軍をしていきたいと思います。行ってみよう。さあここは水上戦になりますので単獣陣で突破をしていきましょう。さあ行こうか。僕が相手だよ。さあ行こうか。僕が相手だよ。猫、うよさん、8センチ広角でも補強に詰めると大きいですよね。そうなんですよね。最上型、巡洋艦の鈴や熊野はねだいぶ前から詰めることができたのでね、制空をやりつつ、砲撃力もねカバーすることができるということで非常に便利な使い方ができます。あとはそうですね、先日実装になりました阿賀野型もね前々から改装が予定されてましたけども、いよいよ改装になって最上同様にね積むことができますから、非常に強力な艦艇になってくれました。みんなねどんどん強くなっていきますけども、提督はそれに置いていかれないように、勉強していかないとなと思っているところです。冗談じゃないわ。ジンツーです。どうかよろしくお願いいたします。はい、陣痛さんよろしくね。ちょっとまたダメージがね大きくなってきてますけど、なんとか道中は突破できていますので、このままボス戦に行きたいと思います。今回は対潜水艦戦はなかったんですけど、いつもですとねここら辺のイーマスとかね経由しちゃうと、エフェクトはないんですけど対潜水艦が出てきたりしてちょっとびっくりする時もあったりしますが、でも今日はねこ
このまま戦闘開始です。サミダレを集めて林って場所だっけ。エネミーインサイト。始めましょうか。捕らえたわ。ファイヤー。知らんの。本気で怒らせた。関西機のみんな、お仕事お仕事。サミダレを集めて林って場所だっけ。逃がすな。撃て。つまらない。よし、いいぞ。うん。今の僕は負けないよ。駆逐艦のみんながね、相手の攻撃を、引き受けてもらって、本体がこう、趣向を決めていくという形。本来はね、こんなにダメージがないのが越したことはないんですけども、やっぱ雷撃強いな。でもこうやって本体の攻撃がね、ちゃんと当たれば、戦果も大きく上げることができます。そして最上がフィニッシュということで、南方海域全面、勝利取れましたね。みんなお疲れ様、ありがとう。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。そして不相お姉さんが出てきましたね。一応次回は西村艦隊をね出そうと思って海域攻略を考えています。ここでもう早くも出てきてしまいましたけども、次回にね活躍期待をしていただけると思います。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。さあ、それではね、最初勝利取り損なってしまった、パシ沖にもう一度行っていきたいと思います。じっとしてるのは性に合いませんね。だいぶやられたわ。この際しっかり修理。そういう時にはこういう、艦隊編成を記憶しているというのはね、非常に便利ではありますね。最初のメンバーでもう一度、今度はね、きちんと勝利取って帰ってきましょう。あれ、下の方に行っちゃった。さあ行こうか。僕が相手だよ。サミダレを集めて林って場所だっけ。あれ、下の方に行っちゃったぞ。そうか、ランダムか。そうか。仕方ないな、ランダムでは。こう、イーマスの方に行くためには、水上規模艦か潜水母艦をね、入れておくといいんですけども、今日はね、入れてなかったので、それちゃいましたね。そう考えると最初に行ったのは運が良かったということになりますね。
野戦なら任せておいて。はい、仙台さんよろしくね。となれば、作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。ありがとう。ナトリの方、ナトリをちょっと変更して、うよさん、バジー派それがあるのでピエン。そうですね。なかなか気をつけてはいたつもりだったんですけど、それちゃいましたので、次はちゃんとね、ボスマスに行きたいので、ナトリを水蒸気母艦日清に変えます。好評的母艦日清。追い酒の抜病じゃん。航空甲板やっぱいいよね。僕もお気にだよ。そうですね。ちょっと疲労があるのですぐは出撃できませんので、ちょっとこの間を利用して、今日はもう一つね、コーナーが残っているので、そちらの方をやっていきたいと思います。今日は、何の日コーナーということで、こちらの紹介をね、していきたいと思いますので、ちょっと用意いたします。少々お待ちください。きつねぶどうさん、帰ってきました。きつね不動産お帰りなさい。すいません、まだ終わってませんでした。最初のね、バシリ海峡で勝利を取り損なってしまいました。なので、さらにね、そこからそれると。お帰りなさい。お帰りなさい。なんかね、ちゃんと用意したつもりだったんですけど、うまくいかないところが、はい、こういう感じのいつもぬるい感じでやっております。はい。ちょっとね、時間の方が、いつもは最後の方に紹介をしてたんですけど、今日は何の日コーナー始めていきたいと思います。今日はね、こちらの紹介になります。はい、本日はね、地雷に関する啓発及び地雷除去支援のための国際デー、4月4日記念日、記念日という分にはちょっとあまり、という感じなんですけども、こちらは、国連が2006年、平成18年に制定をしています。対人地雷へのね、理解と関心を深める、またね、この、除去をね、みんなでやりましょうと、そういった呼びかけをしていこうという目的で作られております。地雷はね、とても厄介なねもので、過去に、地雷とまた対になるんでしょうけどもね、嫌いとかもね、非常に厄介でね、これも戦いが終わってもね、何十年にわたって、そこに住み続けるわけですね。なので、新たなね、犠牲者が出てしまったりもして、非常に困るわけなんですけど、さらに困るのがですね、農作物をね、植えることができないんですね。ですから、そういった意味でも復興が進まないし、また危険なものですから、一回避難した人たちもね、帰ってくることができなくて、子供も遊ぶ場所もなくなってしまうと。とにかく、いろんな意味でね、よろしくないと。が残るんですよね。過去にね、日本も嫌いで
水上補給を断たれてしまったことがあります。戦いが終わった後も残ってしまって、それを残ったね人たちで何十年もかかって全部除去をしたというね、これとはまた別の話なんですけど、そういったこともあったことを忘れないでいきたいなと思って、今日はねこちらの紹介をさせていただきました。早くねこういったものがなくなることをみんなで考えていければいいなと思います。本日は地雷に関する啓発及び、地雷の除去の支援のための国際デーを紹介させていただきました。はい、それでは最後にねまた、パシー海峡で攻略を続けていきたいと思います。はい、ということでねちょっと裏の方で進めてさせていただきましたが、まずは最初のポイントを突破できました。ちょっと最初の突破ができたので続けて進軍をしていきます。さあ今度はちゃんと勝利を取って帰りましょうね。ここもね沖ノ島海峡ほどではないんですけども、第一海域に比べると火力がねもう段違いなので、しっかり、近代化改修連動のね上げの忘れずに攻略をしていければいいなと思います。イデアさんこんにちは。時間ミスりました。イデアさんこんばんはです。こんにちはです。いつもの癖でこんばんはと言ってしまいましたが、猫うよさんこんにちは。今日はねちょっと私の方がいつもの時間と違う時間で始めちゃってたので、今日も来ていただいてありがとうございます。最後まで、お付き合いいただけると嬉しいです。今日はここでねさっきね野戦に行ってたつもりが撤退してましたということで、2回目来てますけども、今度は勝利取っていきますよ、ということで最上が最後決めてくれました。みんなお疲れ様ありがとう。
ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。ということでね、みんな今日も元気いっぱい攻略をね成し遂げてくれました。超ド級戦艦伊勢型の一番艦伊勢参ります。そして、伊勢ここでね出てきましたが、今ですとね航空戦艦伊勢ですからね、最近この私の回ではなかなか出番がないので作っていければと思います。伊勢よろしくね。作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。さあこれで任務の方が完了したと思いますので、また確認の方をしていきたいと思います。はい。海藻航空巡洋艦最上抜病せよですね。海域突破報酬いただいていきたいと思います。こちらの報酬は、勲章開発資材、そして随雨の1、2型、となっています。この中ですと、随雨の1、2型がおすすめかなと思いますので、こちらをいただきたいと思います。はい、2つね。そして、こちらの任務達成おめでとうございます。任務達成しました幹部たちを、褒めてやってください。ありがとうございます。みんなありがとう。こちらの任務報酬、特注家具職人さんはね、今いいからな。おめでとうございます。ありがとうございます。猫、うよさん、任務達成おめでとうございます。ありがとうございます。ね、こうやって幹部たちをね、褒めてあげてください。この3つから選ぶのは、今回は給料艦を選んでいきましょう。またね、イベントが控えているので、たくさん必要になるかと思いますので、用意をしていきたいと思います。燃料880、弾薬880、防気サイト880、そして随雲の1、2型、2つゲット、そして給料艦ですね。いただいて、そして新たな任務が出てくるということで、こちらの西村艦隊、精鋭先行掃討隊前進せよね。こちらも近日中に攻略をしていきたいと思っております。ということでね、今日も、一通りのお題は完了したかなというところですけども、あと最後にね、こちらの紹介をしていきたいと思います。紹介というわけではないんですけど、カンムスの図鑑ナンバーですね。こちらの301番から310番のページなんですけど、見ての通り、最上型巡洋艦がね、ずらり並んでいるページになっています。こちらのね、302番、多分ね、ここ、あの子がね、入るんだろうなということで、ずっと開けられてるんだろうと思います。まだ実装されたばかりですから、最上がね、なったばかりですから、まだ実装にはならないとは思うんですけど、多分ね、年内中に来るんじゃないかと私的には期待をしています。最上型が会に全員になったらどうなっちゃうんだろう考えただけでも、今でもね、航空巡洋艦として活躍していたわけですから、さらに活躍できるので、とても楽しみが膨らんできます。皆さんもね、いろんなカンムス、使っていらっしゃると思いますけども、たまにね、いろんな子使ってみると、
面白い発見があったりもしますので、ぜひね、使ってみてください。はい、今日はね、こちらのところも気になったので紹介させていただきました。はい、ということで、本日の、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。海藻航空巡洋艦最上バス病生を、配信させていただきました。ちょっとね、だいぶ長くなっちゃいましたけども、最後までお付き合いいただいた方、本当にありがとうございます。そしてね、いつもお願いばかりですけども、高評価、チャンネル登録もね、ぜひお願いいたします。次回は、西村艦隊、精鋭先行総統隊前進せよの任務がね、新たに出てきておりますので、こちらの方を配信していきたいと思います。多分来週の中頃かなとは思いますけども、きつねぶどうさん、ありがとうございます。またツイッター等でお知らせしたいと思いますので、また皆さんとお会いできることを期待してちょっとしか見れなかったですが、お疲れ様でした。お別れしたいと思います。今日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。リアさんもね、最後来てもらって嬉しかったです。またね、見に来てください。それでは皆さん、失礼いたします。じゃあね。